皆さんこんにちは。うさべにです。イエーイそう、ソロ活動を始めて2周年という今日になりました。なんかこういうコメント動画みたいなのを YouTube に今まで上げてなかったんですけど、これからはちょっと載せていけたらいいなと思って今一人で撮ってるんですけど、一人でカメラの前で喋るのってなんか変な感じでそわそわするから、この子たちがいるよ。でもね、ちょっと埃がで、今日なんでこれを撮ってるかというと、自分の作品の今までの振り返りをしていけたらいいなと思って撮っております。私 MV とかね、全部自分で作って、自分の CD とかジャケットとかも全部自分でデザインしてるんで、なんかそれをね、ちょっと振り返れたらいいなと思ってます。ドン2022年の4月の16日にこれをリリースしたんです。なので今日が一応デビュー日という風にしてます。どっちも私が作詞をしてます。ほとんど。そう。歌詞は本当にこの2曲が割とこう人生の中でほとんど初めて書いた歌詞だったんですよ。だからもう何から手つけたらいいんだろうっていう感じだったんですけど、最初は。でもやり始めたら、あ、意外とこういう感じねみたいな感じで、意外と楽しくできて、それが自分の自信にもなったんだけど、後々の。そう。で、このパッションっていう曲は、冬眠してたなんか小さな物体が蝶になるみたいな、そういうイメージ。とにかくなんか、春っていう始まりということを暗に示したかったから、なんか過去も未来も関係ないI wanna say goodbye というところがあるんですけど、なんか何もかも関係なくとりあえず初めて動き出してみようみたいな。このジャケットはこう私がこの時ね、木工でウサギを作ってたんですよ。それの端材をなんか塗って、でそれを立てかけて外でね、これ本当に神戸で撮って、神戸のナルヘソンズってお店をやってるんですけど、このナルヘソンズのことも今度動画でこれから紹介していきたいなと思うんですけど、だって意味がわかんないから、私がお店やってるって意味わかんないと思うから。で、そのナルヘソンズの本当に窓なり、ほぼ近くに、山田製玉部っていう卵焼き屋さんがあって、製造所みたいな感じなんですけど。そう。で、そこの壁を勝手に使わせてもらって、一眼カメラで撮ったんですね。ただそれだけなんですよ。なんででもこれをやろうと思ったのかはもう、なんだかわかんない。そうで、ちょっと不思議な写真になったなと思ってて、なんか、イラストなのか、絵なのか、写真なのか、それとも 3D で作ったのか、どこまで本物のものなんだ、みたいな。なんかそういう作品がいいなと思ったから、でも全部木工で作った写真。ただの板っていうのが良かったのかな、当時は。で、この CD の中に、とかいろいろ使われているグラデーションがあるんですけど、そのグラデーションは実はイラストとかペイントとかパソコンで作った何かじゃなくて、この写真、この物体を撮るときに一眼のカメラでこうめちゃくちゃなんていうの、焦点が合わないようにして撮った写真なんですよ。だからグラデーションもこの中の写真、そういう意味を込めて作ったイエーイ。で、この MV もすっごいね、お気に入りで、沖縄で撮ったんですよ、これ。パッション、キープオン、どっちも。ちょっと神戸も入ってるかもだけど、パッションはほとんどもう沖縄ですね。そう、なんで沖縄かっていうと、その時海外にね、なかなか行けなかったので、コロナ禍で。像ってやっぱなんか、海外の方が何でもね、景色が違うから、こう、簡単に映えるかなと思って。まあでもだったら、海外は難しいけど、沖縄だったら日本国内だし、で、沖縄のちょっとなんていうの、植物とかね、全然違うし、だからそれがいいなと思って。
海とかね、いろいろ行って撮りました。ちょっと話しすぎわらないかも。容量足りないかも。ちょっとヒートアップ、スピードアップします。はい。次出したのが、オープンマインドという曲。シングルです。これが、2022年の8月夏ぐらいに出したやつで。このオープンマインドのジャケット、これ、ちょっとオープンするんですよ。パカって。はい。本当に開くんですけど、そう。なんかだからオープンマインドっていうのは、こう、私の心がだいぶクローズマインドなので、いつも。今はだいぶね、和らいだんですけど、まあこの時とか、それより以前はもう人よ、なんていうの、壁というか、作ってしまってたので、人と壁を取り払ってっていう、へーっていう歌詞があるんで、そういう気持ちなんだけど、歌詞もまあ自分で書いたんだけど、この歌詞で一行だけどうしてもずっと出てこなかった歌詞があって、ラップの部分なんですけど、はい、あなたにかける言葉はもうないっていう。この一行がどうしても出てこなかったんだけど、でも、ここが出てきた時に、あ、よしって思って、なぜかというと、そのボイトレの、ボイスメンテナンスの先生、さつき先生っていう方がいらっしゃるんですけど、その方に見てもらった時には、まだそこができてなくて、でも、この曲はもしかしたらそこの部分が一番重要というか、歌詞の中で一番こう、ベニちゃんが伝えたいことをそこに入れたらいいんじゃないかなみたいなおっしゃってて、もうなんかふつふつと考え事してた時に、はっと思って、あなたにかける言葉はもうない。めっちゃハマったと思って、もう、これが出てきたからもう、やったねって感じでした。だから自分が思ってる気持ちとかを歌詞に乗っけて、リズムに乗っけて、まあそれが本心じゃなくてもちょっと誇張しててもいいかもしれないし、うん。なんかでもリアルな歌詞っていうのを書きたいなっていう風にはずっとこの時思ってたので、その時の気持ちが乗せられたかなって思っていいかなと思います。はい。MV が、これが神戸で撮ったかな。そう、神戸で。ハワイみたいなヤシの木ブワーっていうところがあるんですけど、あれは神戸なんですよね、実は。沖縄ではなくて。あとは空港に向かう道、ポートアイランドの橋の上で撮ったり。これも私が編集してます。次に出したのがこちら。これちょっとジャケ違いのやつなんですけど、ファーストミニアルバム、ニューです。これが11月16日、16日だ。11月16日に自主版で、まあ、全部自主版ですけど、はい、自主で出したやつです。だから今紹介したパッションキープオンオープンマインドに加えて新曲として2曲リミックス版みたいな感じでパッションが最後に入ってて、そうだからこれはもう全部私がほとんど歌詞を書いたミニアルバム、自分のソロとしての初めてのミニアルバムで6曲入りでございます。もうなんかこのタイトルもうね、若干こうね、タイトルなんてもういいよと思って、何でもいい。この私が新しい私なんだよっていう、とにかく私っていう感じだったので、ファーストミニアルバムの時は。もうどれだけファーストミニアルバムの中に、当時の私の考えとかを詰め込めるかっていうところかなと思ったので、そう、原点のような作品なのかなと思います。ニュー。こうね、ジャケットがですね、ファーストミニアルバムのニューの、これはね、新装版なんですよ。プレミアムタイプと、エコノミーじゃなくて、スタンダードタイプっていう風に当時ね、出してたので、プレミアムの方がいろいろちょっと入ってたりしてるやつなんですけど、プレミアムがもうニューね、なくなっちゃって、そう、ありがとうございます。完売できて嬉しい。スタンダードの方が封筒のタイプで、それはね、あともう少しだけあるんだけど、でもほとんどないから、でもずっと売っていきたいものだから、ちょっと新しいジャケットのやつを3ヶ月ぐらい経って作ったやつです。活版印刷使ってたり、これはこれですごく好きな印刷です。
ということで、ニューが終わったので、コズミックドレスでございます。これだけ、ごめん、逆。これだけごめん、手元にスタンダードとプレミアムタイプがありました。これは、そう、ファーストミニアルバムニューがリリースできて、ちょっと経った半年後ぐらいの、2023年の3月15日の作品、リリースした作品です。素敵な曲をどう映像化というか視覚化していくか、ビジュアル化していくかってなった時に、私の中でもこういうイメージだったんですよね。なんかで、笑ってないのも結構ポイント。あんま笑ってないから、ジャケット。これ全部ね、手書きなんですよ、一から。マッキーとかで書いて、それをパソコンでなんとかうまく調整する形でやったんですけど、これ、そう。でも今見るといいね。なんか当時、やりすぎてて、毎日このロゴに向き合いすぎて、もうなんだかわかんなくなってきてしまって、でももうとにかくリリースをしたかったので、もういいやと思って、ちょっと志半ばでやっちゃったんですけど、実は。今見たら意外といいですね。そうで、この封筒タイプ、ちょっとでかい封筒タイプでやりたいなと思って、この色で。はい。リリックビデオに、このコズミックウサギちゃんが、ちょっと手が動いているので、ぜひ見てほしいです。コズミックドレスのミュージックビデオも、沖縄で撮ったかな。沖縄とスタジオ。これを撮った時に撮りました。もうね、1時間か2時間ぐらいしか借りなくて、渋谷のスタジオの安いところがあって、そこで、はい。それにしては結構ね、うまくできたんじゃないかなって思います。なんとか自分がいい角度を切り抜きまくって作ったミュージックビデオにしてはいいかもしれない。次はもうトリップになるんですね。はい。2023年の9月にリリースしたかな。セカンドミニアルバム Textures の先行発売曲みたいな感じでシングルで出した曲です。この曲はもう歌詞はもうフューチャーに頼ませてもらいました。はい。いや、本当に、でも頼んでよかったと思って、でも書いた方が確かにいい場面もあるけど、書かない方が実はいい場面もあるんじゃないかなと思って、この曲は書かないでよかったなと思う。この曲に対してどうビジュアルを作るかってところに集中できたので、そう、なんか歌詞の意味を完全に理解してない方が、真の意味みたいなのって、自分で歌詞書いたらね、分かっちゃうから、プラスチックスマイルってなんだろうとか思ってた方が、ちょっと一線引いて、ガラス越しみたいな感じ。何かバリアが曲にあって、それに私が乗っかって、ビジュアルとか何かな、ダンスとか何かなって考えてるような、そんな感じの曲。とにかく。ジャケットの写真は、いつも撮ってくれてるスタッフではなくて、もうプロで、ファッションの方で活躍してらっしゃる方にね、撮ってもらったので、テクスチャーズもね、この写真もそうなんです。はい。これですね。これはセカンドミニアルバムテクスチャーズでございます。これが、10月25日、2023年10月25日で発売しました。はい。本当にこのミニアルバムは、そうだね、いろんな思いが結構詰まってるんですけど、このね、うさぎちゃんもね、かわいいね。盤面にうさぎちゃんがいっぱいいるんですけど、なんかそう、このうさぎちゃんが、今まで実はちょっと封印してたとこがあって、これ本当に手癖でできちゃうんですよ、このうさぎ。だってこんなレッサーも何もない。ね。ただの落書き委員長ですから、落書きですから。でも、なんかこういう自分にしか出せない味みたいなのの方が実は他の人はできないわけだから、手癖。なんかいいんじゃないと思って。今までいろんなこと挑戦してみたんですけど、これね、完全にもう文字だけのとか、これもね、ロゴだけのジャケットなんですけど、なんか、自分にしか出せない方が
いいのかなと思った時があって、もちろん全部いいんだけど、なんかたまにこういうのも挟んでもいいんじゃないって思ったのです思ったの。だからそれはでも自分にめっちゃ自信がついたんだなということかなと思って。だってこうありのままを出してるわけだから、私が小学生の時から書いてる落書きを載せちゃってるだけなんだけど、でもそれでいいんだっていう風に思えたのは、やっぱ今までね、やってきたいろいろなグラフィックを作って、こっちもできるぞっていう、あれですね。そうですね。このかっこいいのも作れるけど、これもできるんだぞっていうのを示したくて、もしかしたら作ったのかもしれないです。はい。でもこのね、そうですね、セカンドミニアルバムは全部いろんな曲がほとんど全部違うジャンルで、でも全部ポップだし、そう、だからこうテクスチャーズ、いろんな素材感、手触りを、そう、舌触り味わってもらったらいいなと思って、このテクスチャーズっていうタイトルを作りました。でも歌詞を読んでくださいで、2周年ありがとうございます。続けて来れているのはみんなのおかげなので、これを見てくれている、作品を待ってくれている、ライブを楽しんでくれる、グッズも買ってくれる You のおかげなので、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。はい。